皆さん、こんにちは。お久しぶりです。本当にお久しぶりですっていう感じなんですけど、実はちょっと言い訳をしてみると、去年の10月あたりから、もう1年、ちょうど1年前ぐらいですね、から、仕事もちょっと変わって、そして、もう2月、3月あたりでまだ引っ越しもしてって、いろいろ本当に1年間バタバタしてましたね。それで、本当に申し訳ないんですけど、今まで動画を全然アップできなかったんですよ。で、それで、今もそんなに時間が取れるっていう環境にはなってないんですけど、それでもちょっとでもこのままずっと動画をアップしないと皆さんに本当に申し訳ないなと思ってて、久しぶりに動画を撮るようになりました。で、それで今日わざわざこう動画を撮るようなきっかけになったのは、今ちょっと手帳を買う時期になったんじゃないですか。で、私の YouTube チャンネルにもういらっしゃるそういうほとんどの方々がほぼ手帳とかノートとか文房具系の方々が多いんで、がこの時期に動画をアップしないといけないんじゃないのかなと思って、あの、久しぶりに動画を撮るようになりました。で、それで今年もいろいろちょっと買い物をしたんですけど、もう本当に久しぶりに文房具屋さんに行って買い物をしてってきたんですけど、その中でも私がいつもメインで使ってるこの手帳なんですね。メインで使う自分手帳に関して今日はちょっと語りたいと思います。で、今年も自分手帳を使ってました。これ、ですね、多分去年の自分手帳を使う時から使ってたカバーなんですね。それで今年はビーズバージョンを使ってましたね。2019年のビーズバージョン使ってたんですけど、もうその前は、オリジナルバージョンですね。このようなオリジナルバージョンを使ってて、本当に私、トモエリバーのペーパーがすごく好きなんですよ。それですごく満足してて、構成もすごく満足して使ってたんで、このシステムで2019年も使おうっていう感じで、でもデザインの方がですね、ビーズバージョンの方がちょっと、なんていうか、落ち着いてる感じ。で、シンプルだから、ここが好きだったんですよ。それで、ちょっと悩んでて、じゃあ、今年はシンプルなビーズバージョンを使ってみようっていう感じで使ってます。買って使ってるんですけど、結構満足してます。構成とかは全然変わってないので、そのまんまの使い方で使ってて、多分、私が自分手帳を活用する方法は、以前の動画にもアップしてるので、そこを参考していただければいいと思います。それで、ずっと使ってるんですけど、本当にデザインの方は、こっちの方が断然好きだっていうことが改めてもう感じてます。で、ただ、少しちょっとなんていうか、もうちょっと変わってほしいなっていうところが、紙はやっぱり、ミオペーパーよりは、トモエリバーの方が私の好みには合うんだろうなっていう気がしました。重さとかもそうなんですけど、そこは私そこまで気にしないタイプなんで大丈夫ですが、やっぱりちょっと書き心地っていうんですか、ちょっと質感が、すごく、トモエリバの方がもうちょっと好きかなっていう気がしてて、この紙にこのデザインならすごくいいのにっていうのをずっと、もう去年からの考え方なんですけど、ずっとあるんですが、でもミオペーパーも十分、いい紙ではあります。それは間違いないので、それはいいですね。もう満足はしてて、それでももうできるなら、この紙にやってほしいっていう、プラスアルファのちょっと希望だけぐらいなんで、そうなんですね。で、今年もちょっとじゃあ自分手帳買わないとって思ってて、じゃあリフィール買おうかなと思って行ったんですね。それで、じゃあどっちにしようっていう迷いがまた今年あったんですよ。で、それで、今回、ですね、このオリジナルと見ようじゃない、ビズバージョンの方以外にもう一つの種類があったんで、そこを買ってきたんですよ。それが、この
ライトバージョンです。で、これ、ちょっと去年までもあったのか、去年までは発見してないんですね。で、今年、私がよく行ってる文房具屋さんにはなかったんですけど、ロフトに行ったらあったんで、ちょっと気になって、こちらを今回は選んできました。試してみたいっていうところもあったし、ちょっとサンプルの構成を見たら、あ、これちょっといいかもって思ってちょっと持ってきたんで、これを今回は紹介したいと思います。こんな感じになるんですけど、2020年のミニサイズのライトバージョンです。これは、ライフノートとかアイディアノートは含まれてないし、そしてこのカーバーも別なカーバーつけなくてもこのまま使える構成になってます。ただちょっとなんか柔らかい素材なので使いやすいんですが、1年ずっと使うとちょっとなんか曲がったりする可能性もあるのかなとは思います。当然私はカバーに多分入れて使うと思うので、その心配はないんですが、とにかくそういう構成になってます。で、色は、これ一番、紺色なんですけど、一番、濃い色で、ほとんどはパステルトーンの色でした。ピンクとか、なんか空色とか、ベージュとか、そんな感じだった気がするんですけど、そういう構成になってます。なんで、すごくデザイン的になんか可愛いデザインが欲しい方は、そういう柔らかい色の方を選んだらいいと思います。で、開けてみるとですね、これも2020年自分手帳って書いてあって、結構デザインがすごく、なんていうか字が細くなってるんですね。で、細くなってシンプルになってて、本当にスリムバージョンだなっていう雰囲気もバンバン出てるんですけど、このデザイン的にはすごく気に入ってます。そしてもう色も結構ちょっとトーンダウンしてる感じがしてて、すごく気に入りました。で、それで、今年の目標とかあって、ここがですね、フリーリストになってるんですよ。で、実は今年までのビズバザンですけど、ここは前がこのようにいろんな項目があるんですよ。もう好きな施設とか、もうおすすめリストとか、本リストとか、映画とか、なんかいろいろ指定されてあるんですけど、これは今ちょっとなんか今年のバージョン見てないから、すべての、種類がこういう形になってるのかはわからないんですが、スリムバージョンの場合は、全部これがフリーリストになってるんですね。ここでリストオブ何々々って自分がちょっと設定して書くことができます。で、これすごく私は気に入ってます。なぜならば、もう各項目人それぞれ決まってるんじゃないですか。違かったりするので、もう勝手に決まっているよりは、自分がめちゃくちゃ長く書きたいのに、決まっているところにぎゅうぎゅう入れないといけないっていう状況にもなるかもしれないんで、これは自分で設定して書けるのはすごく私はいいと思います。で、これが終わったら、すぐ月間に、マンスリーに出てきます。で、マンスリーもデザイン本当にいいと思います。で、ちょうど、じゃあ私が願ってるビーズのそのシンプルなデザインになんか薄い紙っていうところを再現してくれたようで、この部分すごく満足してるんです。で、一番大きい、変化は何かとすると、このハビットトラッカーっていう部分が月間の方の下に来てることなんですね。で、実はこれが、自分手帳の象徴みたいな感じですね。このハビットトレッカーがついてるのが。で、普通ならこのように前の方についてて、そして月間の方は全ページがマンスリーになってるんですよ。で、それをスリムはここにハビットトラッカーが入ってる、そういう構成ですね。実際私、ハビットトラッカーをいろいろ試して毎回チャレンジするんですけど、ちゃんと誠実に書けないタイプなんですよね。なので、それがなんか、性格的にもう合わないかもしれないんですけど、またページが違うのも、もしかしたら原因かなっていう部分もあるっちゃあるんですね。で、月間の方に下にあるとしたら記録しやすいとは思います。なので、もう一回チャレンジできるのかなっていう期待がある半分、もう一つのちょっと心配どころは何かとすると、月間の方の全ページなのがちょっと減ってるんですね。基本的に毎日2行ぐらい減ってるんですよ。で、言った時に、私の場合は、月間のプランナーはすごく活用するタイプなんで、このページにちょっと書くのが多い場合も結構あるんですね。で、そうした時に、じゃあ、すごくいっぱい書かないといけない日とかで足りないんじゃないのかなっていうところがちょっと少し心配ですね。そういう心配だけなければ、本当に
この構成は気に入ってるんですね。まあでも、なんかまだちょっと使ってみないとわからないので、この部分は心配はあるけど、ほぼ満足してるそうなんです。とにかくデザインが気に入ってます。それで週刊のバーチカル、私が自分手帳を使う理由なんですね。これが出てて、本当になんかこう、デザイン的には気に入ってます。ビーズバージョンとそんな変わんないですね。それですごく私がちょっと欲しがってた要素が全部ここに現れてる感じがします。ちょうどシンプルになってって、それで髪はちょっと薄くなってほしいっていうところなんですね。なので、今回のスリムバージョンものすごく気に入ってます。はい、95、99%は本当に気に入ってますね。で、それでバーチカルが終わったら、アイディアノートみたいにフリーノートがちょっと続かれて、今年の最後に振り返ってみましょうっていうことで終わりです。なんで構成は本当にシンプルなんですね。余計なことなしで本当に私が使いたい機能だけパッと集まっているので、本当に気に入ってるし、まあ月間のそういう部分だけ心配だけなければ、本当にこの構成はもう大賛成ですね。ちょうど私が使うものだけ集めといたので、今年は本当にワクワクしてこれを待っている感じです。ですね、参考的にスリムバージョンもビーズバージョンと同じように12月から使うことができます。まあ、薄いからそれはその分多分11月からは無理だなっていう気もしますね。で、なので12月から使うのすごくワクワク待ってる状況なんです。ただ今ずっと私がともえりはって言わなくてずっと薄い紙とかずっと表現した理由があるんですけど、今年から自分手帳に大きな変化が、トモエリバペーパーが今回シンペーパーに変わったんですよ。で、このシンペーパーもその言葉通りに薄い紙っていう意味だと思うんですけど、多分国用からの説明によると、今までトモエリバペーパーがすごく人気もあってて、性能もいいから、本当にいい紙として取り入れられたと思うんですが、そうなんか薄い分、フリクションとかで使った時に擦ったりするじゃないですか。そういう時に結構なんか破ってしまったり、そういうなんか薄い紙こそのその悪いところがあるっていうところだったので、その部分を克服しようっていう感覚で、スティンペーパーっていうものを開発したらしいですね。それで、トモエリバの良さを保ちながら、もうちょっと強度のあるそういう紙にしたっていう説明でした。で、私もまだ使ったことないので、どれぐらいそれがトモエリバの良さが再現できる、そういう紙になったのかはわからないんですけど、ですね、私がよく行ってるその文房具屋さんには、このようになんかこう、サンプルで試すことができる、そういうコーナーがあったんですよ。これぐらい国用がなんかこう、このペーパーの開発にちょっと力入れてるんだろうなっていう気持ちもちょっと伝わってきたんですけど、で、その分、トモエリバの良さ、書き心地ですね。再現できて、この薄さを維持できるペーパーになったとすると、私的に本当に私が待ってたその紙になるので、それでちょっと期待感があるんですね。それで、もし皆さんのなんかこう、行きつけの文房具屋さんと試すことができる、そういうコーナーがあるとしたら、一回試してみるのも一つの方法かなと思います。とにかく、構成的にはすごく気に入ってて、ですね、これまた来年、活用すると思うんですけど、使ってみながらまた気づくところとか、で、期待してたのにこれはちょっと残念だなっていうところがあったらまた動画で紹介できるようにちょっと頑張ります。はい。で、本当に久しぶりの動画だったので、もう申し訳ない気持ち半分、そしてあまりにも久しぶりに撮影するので、ちゃんと私喋れるのかっていう不安もあったんですけど、一応今日はこの自分手帳のスリムバージョンに関してちょっとご紹介をしました。なるべく私が持っている情報とか、私が感じた部分に関して、もう少し動画アップできるようにちょっと頑張りたいと思います。今日もここまで聞いてくださってありがとうございます。で、次の動画で必ず会えるように頑張ります。それでは次の動画で会いましょう。皆さん、バイバイ。